グータラズです。今日はね、師匠のカーライフ、ムキムキカーライフだね、の第2弾、20後期、セルシオの20後期のタペットカバーのパッキンをね、交換しようと思って、若干のオイル漏れがあったんだよね。で、一番最初、エンジンかけた時に、ちょっとオイルが燃えてっていうかね、駅前にとこに垂れてちょっと煙出てたんで、ちょっとタペットカバーも交換しようってことでね、それもね、交換しちゃいます。で、まずね、ダイレクトイグニッションコイル。これを取ります。そうそう、ゴムの劣化がね、やばくてね、配線もう見えてるじゃん。あれね、ゴムの劣化でね、保護ゴムっていうのかな、あれも取れちゃってます。だからゴムの巻き直しっていうかね、ゲルチューブみたいなの巻き直ししんきゃダメだね。でね、この辺はね、どんどん取ってきます。ボルト外して引っ張れば取れますんでね。で、一応、コイルはね、順番通りに並べておきます。何やるかわかんないからね。そろそろコイルも交換だろうな。この感じ。で、あとはね、見当たるボルトどんどん外していけばいいだけなんですけど、やっぱ V8 なんでね、結構ここがすげえ狭いです。V 型やっぱり狭いね。直6とかね、直4だとね、真上にあるから結構楽なんですけど、V はね、やっぱり手間です。しかも V8 だからね、狭いし、でね、見当たるものをどんどん取っていって、あとはこれ外すだけです。タペットカバーはパカッと取れますからね。これをガッと引っ張って。で、いろんなもんがこう邪魔するので、それをこう外すのがね、手間ですね。こういうところ、コードとかね、いろいろ邪魔ですから、そういうところをね、ボルト外して、引き抜きやすいようにしてあげてください。やっぱゴムの劣化がすごい進んでるんで、ちょっとやっぱゴミ落ちちゃいましたね。その落ちたゴミもね、極力拾ってあげて、抜いてあげてください。そうそう、いろいろ邪魔するんでね、取れたと思ってもね、なかなかもう取れてこないです。こっち側に来ない。ここね、漏れてる跡あったね。にじみの跡っていうのかな。こっちバンク側はね、結構綺麗だったんですけどね、もう片バンクは結構汚れてたな。結構スラッチがいっぱい溜まってた。やっぱ左右で違うんだね。で、古いガスケットね、取ってあげてください。やっぱ角の方に液ガス塗ってあったんでね、組むときいろいろ紹介しますけど、でここ掃除してあげてください。いろいろオイルのね、そのカスだとかいっぱいありますから、そのまま組んじゃえばまたオイル漏れの原因になりますからね、きれいにしてあげましょう。で、液ガスが塗ってあったとこ角もあるので、その液ガスの、カスっていうかね、そういうのも取ってあげてください。きれいにしてあげましょう。で、プラグのとこのパッキンもね、変えようってことでさ、そこはね、師匠にお願いしてます。師匠にやってもらって、で、俺はオルタの方ね、オルタネーター、そっちを取り付けていこうと思って、こっちで別々でね、作業してます。ピカピカだといいね。で、オルタつけてる時に思ったんだけど、オルタのその配線の保護ゴムも、劣化で破れちゃってて、これやめとこうってなってさ、ちゃんとゲルチューブ巻いてからの方がいいんじゃないって話になってさ、配線が切れてるわけじゃないんでね、その配線を巻いてる保護ゴムみたいなやつ、あれゴムなんだね。なんで次回ゲルチューブ巻いて
で、カバーしてから、内線カバーしてから、つけようってことで、今日ね、オルタ諦めました。やっぱね、長く乗りたいんでね、長く乗せてあげたいんでね、そういうところで、ね、しっかりきれいにやりましょう。なんで次回にします。オルタとポンプだね。それ次回だね。で、まあ次回の時にまたそのね、ダイレクトイグニッションコイルのところのコードだとか、あとインジェクターのコードも本郷が破けてたんで、そこもね、師匠にやってもらいましょう。で、ここ、角のとこ、ここにね、液ガスつけてあげます。やっぱどの車も多分そうだと思うんですけど、角のとこがね、漏れる原因とかになるんで、ここね、液ガスつけてあげましょう。あと、カバー側にもね、つけた方がいいです。今回、カバー側にもね、つけてあげました。で、あと、反対側の、なんていうんだ、溝のとこ、あそこは今回取らなかったですけど、上側のとこに溝があるので、そういうとこもね、しっかりこう、塗ってあげましょう、液ガスね。こういう風に塗ってあげました。こことここ。まあ、上側はね、V だから、そんなにね、漏れることはないんだろうけど、下側ね、下側はやっぱりオイル溜まりやすいんでね。でね、例によって閉じたとこ取り忘れました。まあ、型番変わるから、もう型番の時にね、閉じた動画紹介しようと思って。でもね、型番側は、取るとこは取れてません。ほんとこんな感じだよね。でね、反対側はね、師匠がやりたいっていうんでね、師匠にやらせました。やっぱ自分でね、やるとね、愛着度がやっぱ違いますからね。自分の車、自分で直せれば、それはすごいいいことだよね。まあ、どこが悪いとかわかるしね。ね、今回はね、バッチリですよ。バッチリ取ってます。肩バンク側。で、こっち側のバンクがね、やっぱ付属品が多いね。オイルのゲージが2本あるんだよね。AT とあとエンジンオイルのゲージも2本あって、で、ブロバイのそのパイプもうなんか長いのがあったりして、こっちからね、取るの非常にめんどいです。入れるのもね、非常に手間です。知恵の輪状態で入れます。やってみると、いろいろね、ほら、挟まってるから、これ挟まりにね、気をつけてね。まあ、挟まるよな、やっぱり。狭いから、狭いし、エンジンがでかいから、挟まるんでね。気をつけながらやってんだけどさ、挟まってる。それ。そう。コイルのコネクタも挟まってる。これ映像で見てみると面白いね。あそことか言うもんね。ドリフみたい。志村後ろのやつだね。やっぱこのプラグのとこも変えたんで、ちょっとなんていうのかな、グッと押してあげないとハマりが悪いです。プラグのとこの丸いところ、あそこの、パッキンも変えたんで、あそこをグッと押してあげないとうまい具合にね、はまらないです。で、あとはね、ボルトを締めていきましょう。やっぱゴムなんで、一回締めただけじゃやっぱり緩いです。何回かね、対角線に締めてってあげてください。一回締めてももう一回締めて、もう一回締めてって感じですかね。何回か締めないと、相互に緩みが出てくるんで、ゴムですからね。緩みがあんま出なくなるぐらいまで、そこまでギュッてやらなくてもいいですけど、緩みがね、ある程度出なくなるまで一生懸命締めてください。ここ超狭かった。ここのとこ超狭い。ね、どんどんね、締めてってあげます。外すにあたっていろんなものね、外したんでね、そういうのもどんどんね、戻していってあげましょう。こっち側にいろんなセンサーだとかカプラがあったんでね。で、これでしょ、ブルーバイのパイプ。これが奥まで刺さってたからね。これが結構外すの手間でした。硬かった。ぐいっとね、もうホースも硬くなってんもんな。古いからやっぱり。
この辺もまあ変えた方がいいんだろうな。2J 安いそうだもんね。でね、師匠にイグニッションコイル戻してもらいます。順番通りね、順番通りっていうか、並び通り並べといたんで、それを戻していって、あとは閉めるだけだね。師匠バカ力だからさ。ある程度でいいからねって言っとかないとぶっ壊すから。でね、これでまあ完成。まあコネクタはね、次の時だね、ゲルチューブ巻いてから戻すようにしときます。ってことでね、本日の作業もここまでになります。でまあ車も古いんでね、やっぱり劣化とか、まあそういった類のものが出てきてます。まあ、そういうのもね、いろいろ直しながら、また師匠が長く乗れるようにね、直していけたらなと思ってます。次はもうあれだね、ポンプとオルタ、そしてラジエーターの交換だね。それをまあやっちゃえば、やっとエンジンかけれるかな。もう少しで車検取れると思います。皆さんもね、楽しみにしておいてください。師匠もね、かなり楽しみにしてますんで。ということでね、本日の動画もここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もありがとうございました。